想像してみてください。築50年のあちこちガタが来ている古い家を目の前にしてですね、あなたならどう直しますか？まあ、おそらく多くの方はクレーン車を呼んで更地にするとか、あるいは莫大なローンを組んで骨組みだけを残して全てを新しくする、いわゆるスケルトンリフォームを思い浮かべるんじゃないでしょうか。そうですよね。それが普通ですよね。でも今日私たちが深掘りするケーススタディはそのどちらでもないんですよ。全く違うアプローチですね。ある IT 業界のプロフェッショナルがですね、物理的な建築の世界にソフトウェアのデバッグという概念を持ち込みまして、古い家をあと30年戦える砦へと再生させたという、非常に奇妙でそして見事なプロジェクトの全貌なんです。はい。今回私たちが分析したソースは、このリフォームプロジェクトにおける実際の打ち合わせ議事録や要件定義書、それから AI を駆使して構築された戦略的予算配分計画のドキュメント群になります。ちょっとこれ家づくりの常識が変わるくらい面白い資料なんですよ。本当にそうですね。建築業界のセオリーから見れば異端とも言えるアプローチなんですが、限られた予算と物理的な制約の中で最大のリターンを得るための極めて合理的な手法が記録されています。つまりソフトウェアエンジニアがレガシーコード、古くて継ぎはぎだらけのプログラムを直すのと同じアプローチで家を直すという。まさにその通りです。これ言葉で言うのは簡単ですけど、物理的な空間でどうやって実行したのかが最大の謎ですよね。例えば窓です。窓ですね。はい。古い家の窓って重くてガタガタして隙間風が入ってくるのが当たり前じゃないですか。普通のリフォームなら今ある古い窓の内側に新しくて断熱性の高い内窓をポンと追加設置して、はい、これで暖かくなりましたねって終わらせますよね。それが業界のスタンダードです。既存の古い外窓枠を壁から取り外して新品に交換しようとすると、外壁や内開きまで壊す必要があって、数百万円単位のコストと工期がかかってしまいますからね。なるほど。だからこそ、古い外窓はそのまま放置して、性能は新しい内窓に全振りするというのは最もコストパフォーマンスが良いとされているんです。でもこの IT 業界の趣旨はそれを許さなかったわけです。ドキュメントを読むと、彼は築50年の重くて動かない寄贈の外窓を古いから仕方ないとはみじんも思っていないんですよね。そこが非常に面白いところです。まるでシステムのバグを一つずつ特定して潰していくように、窓の不具合をデバッグするよう要求しています。デバッグですか？具体的にはどうやったんですか？ここからが具体的な技術的アプローチなんですが、議事録によれば、趣旨は古いアルミレールの歪みに対して、ステンレスかぶせ工法というものを現場に要求しているんです。ステンレスかぶせ工法。なんか強そうな名前ですね。築50年も経てば、窓の重みと開け閉めの摩擦で、アルミのレールは削れて波打つように歪んでいます。ここに単に潤滑油をさしても全く意味がありません。確かに根本的な解決にはならないですよね。そこで削れたレールの上から精密に成形された硬いステンレスのカバーをかぶせるんです。これにより物理的に完全な平滑面、つまり摩擦の少ない新しい道を古い枠の上に再構築するってことですね。その通りです。摩擦の少ない道を再構築するんです。いやちょっと待って、ここからが本当に面白いところなんですけど、レールを直すだけじゃないんですよね。もちろんです。そのレールの上を走る戸車、つまり窓の下についている小さな車輪の部分、これもただホームセンターで買えるような代替品に変えるんじゃなくて、高機能なベアリングが内蔵された戸車に全数交換するんですよね。はい、そうです。さらに50年間の地震や地重で家全体が少しずつ歪んでいることに合わせて、窓がピタッと閉まるように3次元でミリ単位の立て付け調整を行います。ミリ単位の調整ですか？すごい執念ですね。そうやって物理的なボトルネックを一つ一つ解消した上で、毎日の開け閉めのインターフェースとなる鍵、クレセント上も大型で操作しやすいものに換装しています。なるほど。これらすべての工程を経て、彼らが掲げた異常命題が、古い重いサッシを指一本で動く状態にまで機能復元、つまりオーバーホールすることだったんです。いやー、これって完全に古いパソコンのハードウェア回収と同じだよねって思いましたよ。本体ごと捨てるんじゃなくて、マザーボードのボトルネックを特定して、そこだけ最新のパーツに換装するみたいな。とてもわかりやすい例えですね。パソコンの動作が遅いからって、ケースやモニターごと全部総台ゴミに出して、最新機種に買い替えるんじゃなくて、中を開けて、ボトルネックになってる古い規格のハードディスクだけを最新の SSD に換装する。本体は古いままなのに見違えるようにサクサク動くようになるじゃないですか。ここで非常に興味深いのは、その IT 的なアプローチが、
実は現場に思わぬ化学反応をもたらしているという点なんです。化学反応ですか？ええ。ドキュメントの記録から読み取れるのは、このデバッグ思考が現場で手を動かす職人たちのモチベーションと完璧に合致したという事実です。ほう、どういうことでしょ現代の家づくりは、工場で作られた既製品のパーツを現場でプラモデルのように組み立てる作業が主類になっています。しかしこのプロジェクトが要求したのは、今ある古いものを自分の技術と適切なパーツの組み合わせで染ませらせるということでした。う？なるほど。全部捨てて新しい箱をはめ込んでおいてと言われるより、あなたの腕でこのボロボロの窓を指一本で動くように調整してくれと言われた方が、技術者としてのプライドが刺激されるわけですね。ええ。趣旨も意図的にそのメッセージを発信しています。新品を組むより、この古い冊子のポテンシャルを引き出すことこそがプロの腕の見せ所だと。いいですね、そのリスペクトのある関係性。バグを特定して解決策を提示するデジタルの思考と、それを物理世界でミリ単位の調整として実現する職人技。この2つが明確なリスペクトのもとに融合しているんです。いや、そこまではすごく美しい話なんですが、ここからがお金の話ですよね。はい、いよいよお金の話です。そんなミリ単位の調整だの、特殊のステンレスカバーだのって、職人さんの手間暇がめちゃくちゃかかりますよね。それをどうやって予算内に収めたのか。さらに言うと、どうやって業者と見積もりの叩き合いにならずに進められたのか。ここが一番の謎ですよ。そこで登場するのが、このプロジェクトの心臓部ともいえる3層予算構造、3レイヤー戦略です。3レイヤー戦略。ええ。通常、リフォームにおける種子と業者の関係は利益が相反しがちです。種子は1円でも安くしたい。業者は少しでも利益を確保したい。結果として互いに手の内を隠した腹の探り合いになりますよね。状況を整理してみましょう。最初から予算はこれだけありますなんて言ったら絶対その上限ギリギリまで、いやちょっとオーバーするくらいで見積もりを出されちゃうのがオチじゃないですか？普通はそう考えますよね。しかし、この種子は最初に予算の全容を完全に公開し、それを3層の明確な層、つまりレイヤーに分けて定義したんです。ほう、完全に公開したんですね。ええ。まずレイヤー1は自己資金による基本予算。これは絶対にやらなければならないベースとなる工事のための費用です。なるほど、ベースの部分ですね。次にレイヤー2。これは国の断熱改修などの補助金制度を戦略的に活用し、獲得できた補助金の額をそのまま家の足腰を強くする工事に全額再投資するわけです。ちょっと待ってください。補助金で浮いたお金を自分の貯金に回すんじゃなくて、最初からこの家をアップグレードするためのボーナスポイントとして予算に組み込んでるんですね。その通りです。そして問題のレイヤー3です。資料では即断予備費と定義されています。即断予備費。なんかまた面白そうなワードが出てきましたね。古い家のリフォームでは壁を壊したり床を剥がした後に図面にはないシロアリの被害や柱の腐食が見つかることが多々ありますよね。ああ、開けてびっくりってやつですね。普通ならそこで工事を一旦ストップして、お客さん、柱が腐食したので追加で30万円かかりますが直しますかって許可を取るプロセスが入りますよね。ええ。しかしこのレイヤー3はあらかじめ現場の責任者に預けられた緊急裁量枠なんです。一定の金額まではいちいち主主に許可を取るために工事を止めず、現場の判断で即座に追加の材料を発注し、直して良いという権限と予算のセットなのです。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。
あらかじめ自由に使っていい緊急予算を渡しておくのって普通に考えたらぼったくられそうで怖くないですか？なんでこれがうまくいくんですか？その視点は非常に重要ですね。一見すると性善説に頼りすぎた危険な仕組みに見えますから。極端な話、題して腐ってもいない柱を補強しましたってことにしてレイヤー3の予算を使い切って利益にしちゃうこともできるわけじゃないですか。悪用しようと思えばできます。しかし、この3レイヤー戦略の真髄は、精緻に設計されたインセンティブの合致にあるんです。彼らがこのレイヤー3を悪用しない心理的なガードレールは、実はレイヤー2の存在によって担保されています。レイヤー2、つまり補助金を再投資する枠のことですか？どういうことでしょ業者の視点に立ってみてください。現場の責任者は、レイヤー2の枠があることで、自分が補助金を最大化する提案、例えば、高いグレードの窓を入れるなどを頑張れば頑張るほど自分たちが正当に受注できる工事の予算が増えるという仕組みの中にいます。う？ああ、なるほど。つまり、収主と業者がいかに国から補助金を引き出し、この家を良くするかという同じゴールに向かう完全に利害が一致したチームになるわけです。なるほど。わかりました。もし業者がレイヤー3の予備費をせこい手で騙し取ろうとして種々の信頼を失えば、今後さらに大きな利益を生み出すかもしれないチームとしての協力関係が壊れてしまうわけですね。その通りです。そして現場の最大のストレスは、見えない腐食があったらどうしよう、種々が追加費用を渋って赤字になるかもしれないという恐怖なんです。確かに職人さんからしたら嫌ですよね。レイヤー3の存在はその恐怖を取り除き、業者が良い家を作るという本来の仕事に 100% 集中できる心理的安全性を提供しているんです。予算の探り合いを最初に完全に排除することで、逆にこの予算内でいかに最高の品質を作るかという共通の目的に向かって真のパートナーシップを築けるんですね。はい。この3層構造は単なる予算配分ではなく、発注者と受注者の対立を共通の目的に向かうパートナーシップへと変換するために、非常に高度なシステムアーキテクチャと言えます。疑心暗鬼になって細かい見積もりを監視するより、透明なルールと権限を与えた方が結果的にプロジェクト全体がハイスピードかつ高品質に進むと、すごいですね。では、そのようにして確保し、最大化された予算、つまりレイヤー2を具体的に家のどこへ投資したのか。ここが次の重要なポイント。すべてを直さないという決断です。ちょっと待ってください。築50年の家となると直したいところは山ほどあるはずですよね。屋根も外壁も水回りも。もちろんそうです。しかし、家全体を現在の新築レベルにまで耐震補強し、すべての歪みを直そうとすれば、それこそ建て替えと同じくらいの費用がかかり、予算はあっという間に破綻してしまいます。まあそうですよね。そこでシュシュは、家全体を完璧に直すというアプローチを明確にスコープ外、つまりやらないこととしてすっぱりと切り捨てました。リソースが限られている中で何かを達成するためには何を諦めるかを決めるのが一番難しいですよね。彼らは何を最優先にしたんですか？今回のプロジェクトにおける最大の目的は、防犯と圧倒的な断熱性能の向上でした。それを実現するためには、国が最高ランクと認定する極めて高性能な最新の内窓を設置する必要がありました。高性能な窓ってことはガラスが何枚も重なっていたり樹脂のフレームが分厚かったりして物理的にめちゃくちゃ重いんですよね。その通りです。非常に重いです。築50年の古い木の枠の上にそんな数十キロもある超重量級の最新デバイスをそのまま乗せたらどうなるか。嫌な予感がします。家の歪みがさらに進行し、最悪の場合は窓が自重で開かなくなったり枠が割れたりします。せっかく性能のいい窓を入れても家そのものが耐えられないと。はい。ため、シュシュは家全体の補強を諦める代わりに、その重い内窓を直接支える窓台や、さらにその下で床を支えている床束と呼ばれる短い柱など、荷重がかかるピンポイントな足腰の健全化のみに予算と労力を極端に集中させたのです。なるほど。どういうことかというと、70歳のおじいちゃんをオリンピック選手に若返らせようとするんじゃなくて、重い荷物を持っても安全に歩けるように膝に最高のサポーターをつけてあげるようなものですね。まさにそういうことです。すべてを新しくしたい、せっかく足場を組むならここも直したいというリフォーム特有の誘惑を完全に断ち切り、目的を達成するために必要な土台の健全化だけにフォーカスする。引き算の戦略ですね。
リソースが限られている中で何をやらないかを決めることが、結果的にあと30年戦うという本来の目的を最も効率よく達成する最適解なんです。いやー、恐ろしく合理的ですね。でもこれだけ細かい要件定義をしてピンポイントの補強箇所まで指定するような趣旨なら、現場の作業に対してああしろこうしろって口出したくなりませんか？そこがこの事例の総仕上げとも言える、趣旨と現場のプロフェッショナルとの境界線の引き方です。役割分担の美しさってやつですか？はい。資料を見ると、主主が決して譲らない要件、固定事項、つまり絶対意思と、現場の責任者に完全に任せる委任事項が驚くほど明確に切り分けられています。主主が絶対に譲らなかった部分って、例えばどんなところですか？象徴的なのは、リビングにある4メートルの特大窓の構成です。主主は、外の景色の見え方や日常の使い勝手、つまりユーザー体験、UX を守るために、既存の古い外窓のフレーム位置と、新しく内側に立てる内窓のフレーム位置を絶対に1対1で同期させると指定しています。4枚建ての窓なら、内側も必ず4枚建てにするということですね。それって当たり前のように聞こえますけど、違うんですか？違うんですよ。既製品のサイズやコストの都合で、外側が4枚のガラスなのに、内側は大きな2枚のガラスにしてしまうケースも少なくないんです。しかしそれをやると、窓を開ける時の動線が変わったり、外を見るときに余計なフレームが視界を遮ったりします。毎日の生活でのノイズになっちゃうんですね。主主はこの UX の指標を絶対条件としました。面白いのは、この UX を優先するあまり、物理的なデメリットすら明確に許容している点です。デメリットの許容ですか？既存の窓枠の幅が足りないため、大きな内窓を設置するには、不可視枠という延長パーツを使って、窓を室内に7センチほど飛び出させる必要がありました。部屋が少し狭くなっちゃうんですね。はい。見た目にも出っ張りが生じます。しかし主主は30年間の機能と体験が担保されるなら、7センチの空間減少は許容すると即断しています。自分にとって何が一番重要か、その優先順位がぶれていないんですね。一方で、その主主がプロに丸投げした部分というのは何ですか？それは、どうやってその要件を実現するかという技術的実装、つまりバックエンドの領域です。例えば、窓のメーカーをリキシルにするか、YKKAP にするか、これについて主主は一切指定していません。そうなんですか？これだけこだわりが強い人なら、断熱性能のデータ比較からして、絶対にこのメーカーのこのシリーズを使えって指定しそうですけど。パズルを解けなくなってしまうんです。なるほど。日本の補助金制度は非常に複雑で、窓のサイズ、ガラスの種類、メーカーの組み合わせによってもらえる金額が数十万円単位で変わります。現場の店長様は各メーカーの最新の価格改定や補助金のルール変更をリアルタイムで把握しているプロフェッショナルですからね。そうか。素人がネットで調べた半端な知識で、このメーカーにしろと口出しすると、かえってプロの手足を縛ってしまい、結果的にレイヤー2の予算を取りこぼす大惨事になりかねないんですね。その通りです。自分がこだわるユーザー体験、UX と、プロに負けするべき技術的実装、バックエンドの境界線を明確に引くことこそが、あらゆるプロジェクトを成功に導く極意なんです。UX は自分が決める。バックエンドはプロに任せる。これ言うのは簡単ですけど、実際には不安になって口出ししちゃうマイクロマネジメントに陥る人が多いですよね。よくある失敗パターンですね。今日の深掘り、本当に刺激的でした。単なる家の修理の話にとどまらず、私たちが日々直面するビジネスや人生の大きなプロジェクトにも応用できる戦略的思考の宝庫でしたね。IT 的なデバッグ思考でボトルネックを特定し、予算や権限を透明化して信頼関係を築く。本当に素晴らしいケーススタディだったと思います。さて、最後まで聞いてくれたあなたに、一つ問いかけをして終わりにしたいと思います。はい。あなたの人生や仕事の中に、古くなったから、もう時代遅れだから、と、本質的な原因も下がらずに完全に捨てようとしているシステムはありませんか？ドキッとするといいですね。もしかすると、すべてを新しくしなくても、ピンポイントのステンレスレールをかぶせ、少しの予備費とプロへの信頼を用意するだけで、指一本で動くように蘇り、あと30年戦ってくれるかもしれませんよ。ぜひ、あなたの周りのレガシーを見直してみてください。素晴らしい視点ですね。それでは、今回の深掘りはこの辺で。また次回、新しい知識の世界でお会いしましょう。お聞きいただきありがとうございました。